皆さんこんにちは、せんちゃんです。今回はスペーシア鬼怒川3号にて鬼怒川温泉を目指したいと思います。スペーシア鬼怒川は新宿池袋から鬼怒川エリアまでの直通列車になります。エキネットの特ダネを利用したので、今回 30% オフのお値段で購入することができました。では間もなくスペーシア鬼怒川号が到着いたします。はい、このゴールドのボディとっても綺麗ですよね。素敵です。輝いております。では早速乗車いたします。こんな感じでですね、かなり広々とした座席になっております。こちらは大型の回転式リクライニングシートとなっております。こちらね、とてもゆったりできる広さでした。フットレストも備えられているので、すごく足元が楽でした。ちなみに足掛けを返すときは靴をしっかりと脱ぎましょう。それではスペーシア鬼怒川の旅が始まります。目的地は鬼怒川温泉ですが、今回は SL 大樹に乗り換えるため下今市で一度降ります。では早速いろいろ見ていきます。こんな感じでですね、収納テーブルが出てきました。窓側には折りたたみのテーブルもついておりました。こんなところにですね、スペーシアのロゴがありました。雅の江戸紫、行きの淡いブルー、オレンジは日光鬼怒川方面からの観光列車のカラーを表しているそうです。はい、10時54分浦和駅に到着いたしました。次はですね、大宮駅に停まるようです。浦和駅から約5分で大宮駅に到着いたしました。でもですね、次の栃木までは約40分ということで結構長いです。このね、田園風景が本当に最高でした。では栗橋駅で一時運転停車いたします。 JR と東武鉄道の乗務員の交代のための運転停車だそうです。それでは再び出発です。ついに栃木に到着いたしました。綺麗な景色を見てたらですね、結構ね、あっという間でした。でもすぐにですね、栃木とはお別れです。さようなら栃木。悲しいですけど、これね、トウモロコシ畑だと思ってテンション上がったんですけど、一瞬でなくなっちゃいました。はい、では新鹿沼駅に到着いたしました。その後ものどかな風景が続きます。とっても素敵で心がね、洗われるようでした。これはですね、どういう気持ちかわかんないんですけど撮ってみました。はい、ついに下今市駅に到着いたしました。スペーシア鬼怒川3号、ここまでありがとうございました。そしてね、このホームにね、このレトロな水道があるのすごく珍しいですよね。こちらはですね、下今市駅の名所案内ということでした。今回向かうのはこちらの鬼怒川温泉。ではではスペーシアとはここでお別れです。さようなら。では大樹の発車時刻まで駅の中を散策したいと思います。ではね、いろいろ探検していきましょう。こちらには SL 展示館というものがありました。ここはどうやら転車台広場のようですね。こちら大樹の客車はですね、鮮やかなブルーの14系です。では早速転車台を見に行ってこようと思います。今日はですね、なかなかいい天気で良かったです。はい、こちらが転車台です。初めて見たので大興奮でした。ではでは大樹にね、もっともっと近づいてみようと思います。なんとね、今から転車が始まるらしいのでね、ちょっと見てみようと思います。はい、大樹が車庫から出てきました。すごい迫力です。はい、たくさんの蒸気を吐き出しながら堂々と出庫しています。かっこいいです。はい、こんな感じでよく見える位置までダッシュいたしました。そして転車するのかなと思ってたんですけど、この時はですね、まっすぐそのまま進んでいきました。はい、
回るかなと思ってたのでね、ちょっと残念でした。はい、初めての SL だったのですごく感動しました。すごかった、本当に。まだですね、出発時刻まで時間があるので少しゆっくりしていこうと思います。では大樹をね、上から見てみます。こんな感じです。すごいですね、勢いよく蒸気が噴き出しております。すごく迫力がありました。ここでですね、特急リバティケゴンを発見いたしました。かっこいいです。見つけちゃいました。ギリギリですね、お見送りの時間に間に合ったので、ちょっとね、ケゴンも撮らせていただきました。バイバイリバティということで、リバティ初めて見たんですけど、やっぱフォルムがすごくかっこいいですね。では、いよいよお待ちかねの大樹が入線いたします。こんな感じで SL 独特の音が鳴り響いておりました。はい、どんどんと近づいてきます。このね、SL の音をお楽しみください。はい、SL 大樹が入線してきました。とてもかっこいいです。こんな感じで1号車はぶどう色2号に塗装変更した客車でした。その後ろはですね、2号車3号車ともに鮮やかなブルーのカラーでした。こちら C11 系325号 SL 大樹はですね、2020年12月に真岡鉄道からやってきました。現在は日光鬼怒川エリアで SL 大樹として復活しております。もちろんね、大樹と記念撮影をいたしました。いい感じに撮れたと思います。そして今回はですね、大樹の1号車に乗車いたしました。座席はですね、結構広々としていて座りやすかったです。手のひらサイズのね、テーブルのようなものも壁際にありました。こんな感じでですね、手を振ってね、お見送りをしてくれます。とってもね、温かいお見送りでした。下今市駅から鬼怒川温泉駅までの 12.4km を約35分間かけてゆっくりと運転していきます。では SL 大樹のまったりした旅をお楽しみください。こんな感じでですね、すすがね、上から降ってきました。座席によってはね、こんな感じでススを体感できるそうです。多分ね、あそこから降ってきてるのかなと、思いました。車内では SL 観光アテンダントさんによる季節に合わせた沿線の見どころの紹介アナウンスがあり、とても分かりやすいです。こんな感じでのどかな風景を眺めながらゆっくりと旅をすることができます。では特急電車の待ち合わせのため、こちら大桑駅で一時停車いたします。その間に2号車を見に来ました。2号車にはドリームカーが導入されており、グリーン車同様のシートピッチでくつろぐことができます。なんとね、ラウンジもあるんですよ。こんな感じでレトロな感じですごい素敵ですね。もともと JR 北海道で夜行急行車両として活躍していた14系客車のドリームカー、夜行急行列車のノスタルジーが感じられますね。こんな感じでノスタルジックな私でございます。行きと呼ばれる青色のスペーシアが見られるようです。楽しみです。こちらがですね、東武鉄道100系の1期編成でございます。青色のね、スペーシアですね。はい、手を振ってのお別れをいたしました。それでは再出発いたします。そしてこのように地域の人たちも手を振ってくれるんですよ。これがすごく心温まりました。はい、ではね、川が見えてきましたよ。そろそろ鬼怒川が見えそうです。はい、こちら大迫力の鬼怒川が見えてきました。とっても大きくてね、綺麗な川ですね。そしてなんとこちら黒いアイスを購入いたしました。こんな感じで記念グッズもいろいろ売っていますので、ぜひぜひ購入してみてください。
はい、黒いアイスはですね、竹炭風味ってちょっと分かりづらいんですけど美味しかったです。表情だけでね、最近は食レポをするようにしております。これでね、結構伝わりますよ。窓からは黒い煙、黒煙を見ることができました。すごい迫力ですよね。これは1号車だけなのかな。結構1号車はね、こういう風に黒煙を見ることができました。日光連山や鬼怒川の美しい自然を見ることができるので、進行方向左側のね、座席が私としてはおすすめです。ただですね、座席は A から D まであるんですけど、1号車だけ逆になっておりますので、そこは注意してください。はい、こちら東武ワールドスクエア駅に到着いたしました。もう少しで鬼怒川温泉駅に到着です。鬼怒川温泉駅まであと少し景色を楽しんでいきたいと思います。SL 大樹はですね、自動列車停止装置 ATS を車掌車に搭載しております。はい、ついに鬼怒川温泉駅に到着いたしました。はい、SL 大樹とってもかっこいいですよね。素敵です。でもですね、大樹とはここでお別れということで、最後のお別れをしていきたいと思います。ちょっとね、びっくりしてしまいました。はい、大樹が動き出しました。すごい迫力です。バイバイ大樹、また会う日までということで、さようなら。そしてこちら今回の目的地鬼怒川温泉でございます。この動画の続きはすでに公開してありますので、ぜひそちらを見てください。そしてですね、鬼怒川温泉駅前広場にも、こちら転車台があります。では最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ぜひ続編もお楽しみくださいませ。